どうも、こうです。今回はこの柿の木の枝、近所で伐採していた庭木でもらったものなんですけども、この太さの用途にちょっと困っていたんですが、今回これを使っていこうと思います。このように丸いものをバンドソーで切るのは非常に危険です。刃から材料にものすごく強い下向きの力がかかっていますので、それを止める角のようなものがテーブルに当たっていないと回転してしまいます。そのためにクランプを取り付けてテーブルに当てて回転しないように固定しています。この場合は枝が回転しないようにするための固定に役立っています。回転してしまうと刃が食い込んでキャッチと言いますけども、大きな力が加わって材料が弾き飛ばされて大怪我につながったりします。安全性を考えたらノコギリで手で切ることを考えた方がいいかもしれません。結構手のこで切るのも悪くないもんです。今回やろうとしているのは多軸ターニングと呼ばれる旋盤の回転軸をずらしながら成形していくものになります。ちょっと初めての多軸ターニングなので試作をする必要があると考えて、この柿の木の枝を使おうと思い立った次第です。三軸ひねりの多軸ターニングについては説明が難しいので動画でおいおい説明します。参考にした動画は概要欄に貼っておきます。平面を作ってからテノン、つかみ代を作ります。標準の 50mm のチャック状を使いたいので、それより小さくならないように注意が必要です。もうちょっといけそうなので、もうちょっと切ります。逆側にも同じサイズのテノンを作ります。旋盤のインデックス機能を使って円を3等分にした形の線を引きます。後で気がつくんですが、せっかくインデックス機能を使ったのに番号を取り違えてしまって正確に3等分にできていないという問題が発覚します。この旋盤のインデックスは24等分で1から24まで番号が振ってあるんですが、24を3等分すると8ですが、1から8ずつ足していくと
1、9、17とちょっと分かりにくい数字になってしまいます。なので正解としては8、16、24と振るのが正解でした。インデックスが1から24ではなくて0から23になっててもいいかもしれませんね。ちょっと数学っぽい話になってしまいました。テノンの端から10ミリのところに円を描きます。これと3等分した線の交点を軸をずらすポイントにします。先ほど書いた円と線の交点にポイントを打っていきます。両面の同じ位置のポイントに1、2、3と同じ数字を振っていきます。こう見ると2番がずれているのがよくわかります。でも出来上がりにはあまり影響しなかったので、そんなに精度は必要のない感じかもしれません。中央部分がへこんだ形で削っていきたいので、まずは中心で回転させて大雑把に中央部分を平らにしていきます。両端は樹皮を残した形にしたいんですが、どのような形で樹皮が残るのかちょっとこれも想像がつかないので楽しみにしています。さあいよいよ軸をずらしていきたいと思います。ヘッドストック、モーター側を1番に、テールストック、この後ろの三角コーンの方ですが、こちらを2番にします。このように違う数字に軸を通すことによってひねりを加えていきます。多軸ターニングではこのように一見大丈夫かと思うような回転をするんですが、この状態で空を切るような形で削っていきます。残像の形がきれいなへこみになるように削っていきます。ちょっとスキューの型が当たって傷がつくような状態が発生していますね。通常多軸ターニングでは、スピンドルガウジを使うことが多いみたいなんですが、スキューではなくスピンドルガウジであればこのような問題は発生しないと思います。どこまで掘ればいいのかもよくわかりませんが、とりあえずへこみの形はきれいになったので、次の2番から3番へ軸を通した形に変更します。
参考にした動画では一定の形で削るために、テンプレートのようなものでへこみの形を定義するっていうのをやってたんですが、面倒なのでとりあえずテンプレートなしでやっています。この面と面の接線がガタガタせずに綺麗になっていると美しいと思います。次の3番から1番に軸を通した形に変更します。これが最後の軸になります。初めてなのでどうなるか不安でしたが、思いのほか綺麗にひねりスパイラル状になっている感じです。ちょっと慣れてきて後の方が綺麗にできるようになったんですが、最初に切った面が、あまり綺麗じゃないなと思ってやり直そうとしています。回転させてサンディングはできないのでハンドサンディングします。傷はそんなに深くないのでハンドサンディングでも問題ありませんでした。思いのほかうまくいきました。樹皮の残り方も面白いです。試作としては大成功ですね。今度は本番用の木材でやってみたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた別の動画で。